こんばんは、岡田敏夫ゼミです。今日はですね、3月2日ですね。まあですね、割と元気にやってますね。もうさすがにね、1月と2月2回ずつですね、なんかこう喉を痛めてしまったらもう大丈夫ですね。もうほっとしてますよ。はいはい。音がずれてる？大丈夫かな？ずれてますね。一回どうしよう、リセットします？はい、一回停止します。じゃあ一回ちょっと切れますけども、すいません、音ずれですから。してるのかな？徐々に流れると思います。はい、大丈夫かな。さて、どうでしょうか。こっちの僕の方の画像、動いた。これどうですか？さて、どうかな。ダメです。治らん。音ずれてる。はいはい、ずれてますね。じゃあ一回パソコンリセットかな。はい、では再起動しますので、もう少し時間かかりますので。じゃあ、1分か2分ぐらいお待ちください。すいません。はい。そろそろ動き出したかな。どうかな。OK だ。おし、OK だね。はい。よかったよかった。今日はですね、3月20日の岡田敏夫ゼミ第433回です。なんか今、好きな寿司ネタについてこう流れてたんだけども、僕はもうマグロばっかりですよね。マグロ一択ですいません。味がね、もうお子様で、最近のどぐろとかもね、たまにいいなと思うんですけども、のどぐろがあるような寿司屋になかなかね、行けないのでですね、いい寿司屋行った時だけ頼みます。この頃毎週言ってるんですけど、岡田敏夫セカンドチャンネルっていうのがありまして、そっちの方はですね、雑談をやってます。毎週月曜配信なので、明日のですね、夜ですね、夜7時からですね、毎週やってますのでですね、ぜひとも登録してセカンドチャンネルの方も見てくださいということでですね、今日はですね、オタク道入門というのをやります。前から話した通りですね、オタク道ですね。オタク道とは何かというと、僕はオタク趣味とオタク道というふうに分けたんですけども、オタク趣味というのは普通のオタクやってることですね。つまりオタクなものを買ったり見たりという消費したり、オタク活動をしたりというすること。で、オタク道ってこう道がついたらですね、それはもうオタクな生き方とかですね、自己完成を求めたですね、修練みたいなものなんですね。で、なんでこんな風にオタク趣味でいいのにオタク道っていうのをわざわざ言うのかっていうと、年取ってからですね、こういう風に遊んだ方が面白いよということなんですけどもですね、実はですね、2006年にオタクイズデッド、オタクはもう死んじゃったよっていうですね講演してるんですね。で2008年にそれはですねオタクはすでに死んでいるという本にもしたんですけどもですね、ちょっと今夜ですねそれをひっくり返そうと思うんですね。つまり2006年の段階でなんかそのオタクの共通意識みたいなものがなくなっちゃったよな、義務感みたいなものがなくなっちゃったよなと思って、オタクっていう種族はもう滅びたと思うよ。で僕らアトランティスからですね放り出されたものとして、よその大陸とかにいろいろ移り住んでバラバラになった言語をなんとかこう一緒に合わせながら暮らしていこうよというふうに言ってたんですけども、今日ちょっとそれをひっくり返しちゃおうと思うんですね。前言撤回ということもないんですけどもですね、長い話になると思うし、まだまとまってないんでですね、今日中間報告みたいなもんだと思ってください。とりあえずですね、最近の映画の「ザ・バットマン」と「ベビー・ヨーダ」からですね話を始めたいと思います。ザ・バットマン見てきたんですよね。その時に考えたことと、あとはスター・ウォーズで最近ですねベビー・ヨーダっていうのが出てきてですね、ここに乗るかな、乗んねえなやっぱりここら辺に置いときますね。よいしょ。この2つの話から、始めたいと思います。じゃあバットマンからいきましょう。3月11日ですね、2020年の3月11日にザ・バットマンが公開されました。でちょっとは前も話したんですけども、基本的にフィルムノワールっていうですね私立探偵ものとして作られたんですね。警察にと協力したり捜査協力したり、逆に警察に追われるバットマンというですね、最近のバットマンとしては珍しい系列だったんですけども、しかしですねバットマンってねもともとそんな話だったんですよ。バットマンっていうのはもともとはなんかこんなバカみたいなスーパーカーに乗ってですね、
で全身タイツでですね、でマントつけてんですよね。マントつけたですねおっさんがですね、こんな車に乗ってですね大活躍するっていうですね、そもそもは変な話だったんですよ。で、テレビシリーズでもですね、よいしょ、テレビシリーズのバットマンってもうこんなやつでですね、1966年のテレビシリーズの第1話「怪盗ナゾラーの会」なんですけどもですね、現場にですね謎々が残されている。リドラーですね。今のですね映画版ではリドラーって言ってるんですけど、日本語の翻訳では謎々出すからナゾラーと言われてですね、なんとかなものなんだっていうですね謎々を毎回出してですね、でみんな会議開いてですね、この謎々が解けない、どうしようってバットマン電話で呼ぶわけですね。でバットマンはですねわざわざその謎々を解くためにですね、秘密基地の地下のですね、これ後ろに原子炉があるんですけども、原子炉があるところにですねスーパーカーがあってですね、そのスーパーカーのお尻からですねジェットエンジンの炎を吹き出しながらですね、半ズボンの少年と2人がかりでですね現場に駆けつけるわけですね。で現場に駆けつけて2人でですね、男の子と一緒にですね謎々を解くっていうですね、こういう話なんですよ。色合いから見ても分かる通り大変カラフルでですね、コミカルな作品なんですね。で実はですねこの今回今公開されている映画版の「ザ・バットマン」ってこのテレビ版のリメイクなんですよ。このテレビ版のリメイクですからですね、もちろん冒頭ですね刑事たちが集まって相談しているところにバットマンが現れるというですね、でそれはですねナゾラリドラーの出した謎々が分かんないからだというですね展開もそっくりなんですね。ただそれをすごくハードにですね、暗いテイストでやってるわけですね。でテレビ版のバットマンのですねもうリメイクだからですね、ラスト近くに映画版のバットマンもですねバットバイク登場するんですよ。バットマン専用バイクで、これもですねクリストファー・ノーラン版とかではですねすごい今時っぽいメカメカしいデザインだったのが、なぜか思い切りテレビ版に寄せたですねバカみたいなデザインに戻ってるところもですね、今回あえて原作版というかテレビ版に戻したなというところが僕はすごい面白かったんですけどもですね、1966年版ではですねカラフルでコミカルなイメージ、バットマンがですねいつの間にかクリストファー・ノーラン版もそうなんですけどもダークでハードなイメージになりましたよね。でそれは何でかっていうと、もちろん1989年版のですね、ティム・バートン監督のバットマンからなんですよ。でそこから始まったんですね。でティム・バートンはですねそのバットマンといえばチープで当たり前だっていうですね、その1966年以降70年代まで続いたテレビ版のバットマンのイメージをひっくり返してですね、でおまけにそのアメコミの映画化といえば子供向けバカらしくて当たり前、チープで当たり前、子供向け映画っていうのもやっぱりバカらしくて当たり前というそれまでの常識を全部ひっくり返したんですよ。もちろんそれは SF 映画はチープで当たり前っていうスター・ウォーズがその常識をひっくり返してくれたところにですね、ティム・バートンが最後の一手としてアメコミの世界もそうなんじゃないのかっていうふうにやったのがきっかけなんですけども、しかしですねこれはバートン一人の手柄ではないんですね。そのアメコミとかバットマンが子供向けとは限らない、チープな文化とは限らないという常識ひっくり返した男はですねティム・バートン以前にいました。それがですねこいつです。ちょっと待ってくださいね。でちょいとこうか。彼ですね、コミック作家のですねフランク・ミラーですね。アメコミを変えた、革命児であり天才なんですけどもですね、1979年にですねマーベルコミックスでデビューだから割とデビュー早いです。で1980年にですねデアデビルのアーティストになったんですけど、アメコミの場合アーティストというのはつまり絵を描く人間なんですね。でシリーズ中盤からライターにもなった、つまりお話も考え始めたんですね。でアーティストでありライターであるというのはですね、その当時分業が徹底していた時代のアメコミではですね大変珍しい存在、よっぽど才能があったということなんですね。で1983年にはですね DC コミックの方に移籍というかですね、そっちでも仕事を始めてフランスのですねメビウスなんかの影響を受けた斬新なアートのですね SF 時代劇浪人っていうのをですね書くんですね。マーベルの方では同じような作品しか書かせてもらえなかったとかいろんな事情があったみたいなんですけども、浪人というのを
を発表しました。そして1986年ですね、ティム・バートンがバットマンを公開する前にですね、バットマンダークナイト・リターンズという漫画を描いたんですね。それがこれですね、大変分厚い漫画で、これはちょっと最近出た比較的新しいバージョンなんですけどもですね、このダークナイト・リターンズにおいてアメコミのですね、スーパーヒーローものを現代的な視点ですね、つまりなぜ彼は存在するのか、なぜ戦うのか、正義とは何なのかというのをすごい現代的なですね、掘り下げで書き切ってアメコミ界の革命児というふうに言われました。でこのダークナイト・リターンズですね、これがですねリアル思考のバットマンの始まりなんですよ、元ネタなんですね。でこの世界観を忠実に再現したのが1989年のティム・バートンバットマンで、以後現在に至るまでそのクリストファー・ノーランを含めてですね、ダークナイトもですね、最新作のザ・バットマンもですね、全てこのフランク・ミラー爺さんですね、フランク・ミラーの作り上げたスーパーヒーローとは何なのか、正義と悪とは何か、大衆と警官とはどのように対立するのかっていうですね、複雑な関係を描こうとしています。でここまでですね一旦ちょっとまとめますとですね、重たい本だからちょっと横に置いときますね。映画化されたバットマンの歴史、ちょっと軽く今説明したのを振り返りますとですね、まず1966年版はテレビ版ですからカラフルなコメディです。で1986年にフランク・ミラーというさっきのGさんがダークナイト・リターンズっていう漫画を発表しました。でこれでバットマンは一気にですねコメディから硬派なイメージになりました。でそれを見たですねティム・バートンがバットマンですねゴシック様式というのを取り入れて、バットマン全体をですねこのダークナイト・リターンズのイメージに書き換えていったんですね。しかしですねこのティム・バートンが抜けた後もシリーズバットマンの映画が続いてですねまたカラフルに戻ったんですね。でロビンなんかもですねバットボーイなんかも登場して徐々にですね変な方向に行ってですね売り上げがダウンしていった。で一回バットマンのですね映画シリーズは途切れました。でその後ですね2008年にクリストファー・ノーランがダークナイトを公開してですねまた硬派ハードなイメージになり、これがシリーズ再開しました。しかしですねその硬派なシリーズを続けたんですけども徐々にですねマーベルのですねマーベル・シネマ・ユニバーシティシリーズみたいにしようとして、例えばスーパーマンと対決っていうのがあったんですよ。それはもともとフランク・ミラー版でもあったんですけどもですね、どうもそのマーベルみたいにうまくいかない、複数のですねスーパーヒーローを立てて両方が対立しながら戦闘するっていうのはですね一個一個実はマーベルうまくいくの一個一個キャラが弱いからなんですよ。所詮アイアンマンとかですね所詮ですねハルクとかですね所詮そうだからなんですよ。言い方悪いですけど、ところがですねその DC ってキャラ数少ないんですけど強すぎるんですよね。スーパーマンってもう本当にほぼ宇宙一強いんですよ。でバットマンって考えられないぐらいすごいので、こいつら戦わせると本当むちゃくちゃなんですよね。だからそのマーベルみたいに複数のキャラクターがいっぱいいるからそれぞれ意地張ってたりするみたいな無理が効かなくてですね、どうしてもなんで喧嘩するのかとかどういうふうになるのかっていう結論までいかざるを得なくなって、徐々にその DC のですねバットマンシリーズですね、新しく21世紀になってやってるバットマンシリーズっていうのは人気が落ちていった。そこにですね2022年ですね今月ザ・バットマンでまた後半シリーズ復活して再びシリーズが開始したという、こういうふうな流れになります。で、バットマンの話ばっかりしててもしょうがない。今日はオタク道入門なんでですね、ここまでバットマンの話一旦止めて、ここまででまとめやりました。でこれがなんでオタク道の話になるのかまだ分かんないと思いますけどもですね、もう少し我慢してください。で次はですね、ベビーヨーダの話です。ベビーヨーダの話ですね。ですね、ベビーヨーダの話するんだったら今度はねスター・ウォーズの話もしなきゃいけない。今日本当は話あちこち行っちゃうんですけども、映画のスター・ウォーズシリーズっていうのは1977年に始まってですね公開されたエピソード4から始まりですね2019年ですね3年前に公開された、エピソード9まで続いてます。それで一応一区切りになってるんですね。しかし残念ながらですね2019年のそのエピソード9ですね12月公開されたですねシリーズ最後の作品はですねあまり評判が良くなかった。かなり面白いんですよ。ただあれこれでっていう感じでですねあんまり評判良くなかったんですよ。ところがですねその「スター・ウォーズもうダメなのか」という評判をですねもう一回ひっくり返したのは
同じ「スター・ウォーズ」シリーズで全然期待されてなかったその映画版のですね「そのスター・ウォーズ」のですね公開の1ヶ月前からですねディズニープラスで配信されたですね「マンダロリアン」というシリーズだったんですね。でこの中に登場したのがこの通称ベビーヨーダですね。正式にはですねザ・チャイルドという名前で呼ばれてます。これシーズン2になって本当の名前が分かるんですけど、ザ・チャイルドですね。これがあまりに可愛くてですねアメリカ人が初めて発見した萌えというふうに言われるぐらいですね。どうしてもこれまで日本人の萌えアニメとかを見たら一部のマニアの人は可愛いとか言ってくれたんですけどもですねアメリカ人が初めて発見した萌えだから僕がディズニーワールドとかですねディズニーランド行ってですねこの商品が出た時はびっくりしました。僕まだマンダロリアン出る前だったのでなんでこんな言っちゃえばブサイクなですねなんかヨーダを赤ちゃんにしたよくそんなこびたキャラ出したなとかって思っててですねみんな狂ったようにグッズ買ってですね狂ったように T シャツ着ててですねディズニーランドに来る客の本当に半分ぐらいがベビーヨーダのグッズ買ってるんですね。何なのかっていうとよく分かんなかったんですけどアメリカ人が初めて発見した萌えっていう感情だというのがですね後に分かってきてなるほどなというふうに思ってきたんですけどもこれのおかげでですね一気にですねその、エピソード9の悪印象を吹き飛ばしたんですね。今コメントでですね SD ガンダムみたいなもんですかって聞かれたんですけど違いますなんて言えばいいのかなマイチングマチコ先生しかないところにセーラームーンが来たぐらいというふうに言えばいいのかなちょっとどんな例で例えていいのかはよく分かんないんですけどもですねマンダロリアンっていうですねお話自体は宇宙を放浪するですね賞金稼ぎの話なんですね。で実は謎の目的のために金を稼いでるんですけどもたまたまですね誘拐することになったこのベビーヨーダですね。このベビーヨーダのですね可愛さにマンダロリアンですね、宇宙の賞金稼ぎにハマってしまってですねいつの間にかこの子連れで旅をするようになるんですね。でこれは日本で公開された時からですねこれ子連れ狼なんじゃないのっていうふうに噂があったんですよね。でそういうふうな噂も日本で流れたんですけど、しかしマンダロリアンってシリーズ全体からですねそのマカロニウエスタンですね西部劇の匂いがものすごい強いんですよ。主題歌からエンディングのイラストの出し方から何から1950年代から60年代くらいのですねセルジオ・レオーネ感というんでしょうかね安物のマカロニウエスタンのですねなんかこうイタリア人かスペイン人か分かんないような人がですねポスターで描いたようなイラストが毎回ラストでですね何枚も何枚も出てきてですねでマカロニウエスタン調の音楽かかるからこれって西部劇なんだっていうふうにみんな思ったんですね。僕もそういうふうに思いました。ウエスタン西部劇へのリスペクトがすごいので、一応子連れ狼に出るけどこれは単なる偶然なんだなというふうにみんな思ったんですよね。で、マンダロリアンですねシリーズ2は2020年秋ですね1年後に公開されてまたも大人気ですね。マンダロリアンのですねシーズン2の最終回にはですねなんとルーク・スカイウォーカーまで登場してですねベビーヨーダをですね修行するために連れ去ってしまうんですね。マンダロリアンですねこれまで一生懸命この子供と一緒に守ってきて一緒に旅をしようとかですねいろいろですね余計なことはするなとか叱ってたんですけどももうベビーヨーダが言ってしまったら寂しくて仕方がない。しかしこの可愛いベビーヨーダはですねザ・チャイルドはルーク・スカイウォーカーと一緒にフォースの修行を完成するというですねなんかこう燃える展開になってるんですね。ここら辺ネタバレなんですけどこんなもんネタバレなんかいちいち気にしちゃいけません。はっきり言ってこんなの気にしなくても十分面白いですからさっさとディズニープラス契約して見てください。でですね昨年のですね2021年のですね12月新シリーズボバフェットというのが始まったんですね。このボバフェットというのはもともとマンダロリアンのシリーズ 2.5 というふうに言われててですねボバフェットという単独シリーズというよりはそのマンダロリアンの2と3の間をつなぐようなシリーズとして作られたんですけどもなのでですね第5話でですねついにマンダロリアンがですね登場してもうファンは大盛り上がりです。 YouTube でもですね考察動画とかのですね嵐になりました。で第6話でですねベビーヨーダみんな大好きベビーヨーダまで登場してですねルークと一緒に登場したわけですね。でルーク・スカイウォーカーにですねフォースのですね修行を受けていたベビーヨーダ本当の名前はグローグっていうそうなんですけどもそんなですねグローグなんて可愛くない名前はなんだろうなこのゼミでは採用しません。もうベビーヨーダで統一します。しかしですねベビーヨーダはですねルークから修行を受けながらもですね大好きなマンダロリアンのことを思い出してですね修行に身が入らないと。でそもそもフォースの修行っていうのは
なんだろう、ジェダイの騎士っていうのは愛情を持ってはいけないんですね。執着を持ってはいけない、好きになってはいけない、嫌いになってはいけないという感情的にですね、その中間的な存在でなければいけないと。なのでそのマンダロリアンのことを思い出してまだ会いたいとか思ってる間やっぱフォースの修行に身が入らないんですね。それはもともとルークのお父さんのアナキン・スカイウォーカーがダークサイドに落ちてですねダース・ベイダーになったのはやっぱりその自分の中の憎しみとか愛情という感情にとらわれたからなんですけどもですね、しかしそんな悩んでるヨーダのところにですね、プレゼントが届くと。まだヨーダに見せないんですよね。ルーク・スカイウォーカーがこれをまたベビーヨーダに見せたらまた心が動いてしまうと言って、ちょっとこっそり隠してたんですけども、何かというとですねベビーヨーダのために特注で作ったなんかすごいミニサイズの鎖片びらなんですよね。でこれをですねこうなんかマンダロリアンが完成した時にですね風呂敷にちっちゃい風呂敷に包むんですけど、風呂敷包んだらちょうどなんかねヨーダの頭の形になってるんですよね。こうくるっとお団子みたいになって耳みたいなのが端っこに出てですすごいうまくヨーダの頭みたいになっててですねなかなかいいシーンなんですけども、でそれが届いてですね、ルーク・スカイウォーカーも考えてベビーヨーダ自身に自分の運命を選ばせるんですよ。で第6話でですねルークはですねまずライトセーバーを見せるんですね。ジェダイの武器だと。お前はどっちかを選べ。ライトセーバーを見せて剣だ。お前に渡そうと思ってる剣だ。もう一つですねマンダロリアンからプレゼントが実は来てる。それを開いてお前のだ、愛情の世界だと、愛の世界だ、会いたい人に会える世界だと、どっちに行くんだって鎖片びらを見せるんですね。でルークはそれを自分の左右両側に置いて目の前にですねベビーヨーダを立たせてお前の好きな方を選べって言うんですけどもですね、これ見た時にですねちょっとって叫んだんですけども、これですね。よいしょ。ルーク・スカイウォーカーの頭の後ろですね。でベビーヨーダが立っててこちら側にライトセーバー、こちら側に鎖片びら置いてるんですよね。でこれはいくらなんでもって思ったんですけど、これ完全に子連れ狼なんですよ。子連れ狼でですね、お母さんの思い出が詰まってる手まりがあってですね、大五郎俺の道は己で選ぶがよい、胴狸を選べば、つまり刀ですね、刀を選べば父と共に死角の道へ、手まりを選べば亡き母のいる黄泉の国を送ってやる、つまりお前を殺してやると、選ぶのだ大五郎っていうふうに言われてですね、剣とまりとどちらかを選べというふうに言われるんですね。でこれぐらいだったらですねまだ偶然かもしれないんですけども、しかし子連れ狼はですね映画化何回もされてテレビドラマ化もされてるんですよ。でテレビドラマでですね全く同じシーンがあってですね、このシーンがあってですね、これ上が、ボバフェットですね、ルーク、ヨーダ、ベビーヨーダ、ケンと鎖片びらです。でこれテレビ版のですねよろずや金之助かなですね尾上一頭大五郎で、ここに剣が刺してあってこちら側に手まりが置いてあるですね、もう完全に構造同じなんですね。完全に剣の位置が右で亡きお母さんの思い出と、マンダロリアンの思い出が左手にあってどっちを選ぶという選ばせ方でですね、もう本当にですねこれパクリというんではなくてリスペクトなんですね。俺たちが作ってるものは何なのかというと、実は子連れ狼だということを分かってほしいというメッセージなんですよ。やっぱねディズニーって原作権の管理がすごいうるさいのでですね、何々から影響を受けましたとかリスペクトしてますというのが言えないんですね。例えばライオンキング作ったスタッフは手塚治虫のジャングル大帝を尊敬してると言いたいに決まってるし、アトランティスを作ったスタッフは日本のアニメの不思議の海のナディアをですね面白いと思ってる、リスペクトしてると言いたいに決まってるんですよ。現場スタッフっていうのはそういうもんなんですよ。現場スタッフは黙ってパクりたいと思ってるんではなくて、もうわざわざ寄せてこれ大好きなんだ俺たちで作ったんだ見てくれ気がついてくれって思うからわざわざこんなそっくりな構図にしてくるわけです。みんなわかるだろあれだよあれ俺たちが好きだったっていうですねサインを送ってくるんですけども、これがね権利が厳しい会社が上にいるとそれを認めなくなっちゃうんですね。一切認めなくてですねなのでスタッフはですねもう本当に絵的にそっくりなものを作ってで分かるよねってサインを送るようになるんですけどね、映像でリスペクトを忍び込ませるんですよ。じゃあなんで子連れ狼なのかと。子連れ狼って日本でもそんな覚えてる人が多くない作品なんですね。確かに面白いんですけども、
今となったらですね忘れられた作品ということはないんですけども、こんななんだろうな、今でも人気絶頂というわけじゃないんですよね。で、こっからがですねようやっとオタク道の話になるんですけどもですね、ここまでの話はいわゆるその単なる知識なんですよ。調べればウィキに載ってます。なんだろうな、つまりフランク・ミラーの話であるとかですね、スター・ウォーズの話、バトマンの話、それぞれウィキに載ってるレベルなんですけど、ところがですねマンダロリアンの元ネタは子連れ狼だって話は載ってないんですよ。多分これからも載らない。なんでかというとディズニーの公式はですねその影響というかですね元ネタを決して認めないと僕は思うからですね。で単なるオタクっていうのはオタク道の中でさっき言ったオタク趣味の方ですね。オタク趣味っていうのはスター・ウォーズの知識で満足する、つまりスター・ウォーズを見てる時はスター・ウォーズの知識ばっかり欲しがるんですね。だからなんでというその先を考えないし、なんでこんなカットになったんだろう、これちょっと変だなっていう疑問を持たない。自分の頭で推理することもあんまりしない。ひたすら公式から与えられる例えば知識とかですね、その他スター・ウォーズの中でアニメの方でこれが出てきただからだっていうので満足したりですね、もしくは裏ネタとかで満足する。やっぱそれがそのオタク趣味、普通のオタクなんですよ。でもオタク道を歩むものですね。つまり、母の手まりではなく胴たぬき剣を選ぶですね。冥府窓の道を置くオタク道を歩むものっていうのはですね、小さい違和感をですね見逃さないんですね。なんで小連れ狼からの引用があるんだろうってですね、なんでルーカスフィルムの現役クリエイターはこんなマイナーな時代劇に影響されたんだろうというふうに考えちゃうんですね。でやっぱり答えあるんですね。答えはもうこいつなんですよ。そのフランク・ミラーなんですね。フランク・ミラーはですね1983年に DC コミックでフランスのメビウスらの影響を受けた斬新な SF 時代劇「浪人」を発表するって書いてあるんですけど、なんでそもそも「浪人」なんていうタイトルの SF 時代劇書いたのかっていうと、それはもう子連れ狼が好きだったからなんですね。もともと子連れ狼が好きだった人なんですよ。で、1986年にですね「ダークナイト・リターンズ」ですね大ヒットを飛ばした、このフランク・ミラーはですねもう何書いてもいいようになるんですね。とりあえずそれまではこんな作品書かせてくれって出版社に言わなきゃいけなかったのが、出版社の方から何でも書いてくれと言ってくれるようになってくると。そしてですねダークホースコミックでですね小さい会社からですねある漫画の表紙を書いて出版するんですね。でそれがこれです。アメリカ版のですね子連れ狼ですね、ローンウルフ&カブですね。これはアメリカ翻訳版なんですよ。で表紙フランク・ミラーが自分で書いてるんですね。で部数は子連れ狼って日本で830万部売れてるんですよ。堂々の大ヒットなんですけど、ところがですねアメリカを含めたですねこのフランク・ミラー版はですね1180万部売れてるんですね。日本より世界で受けた漫画第1号なんですよ。日本の漫画第1号なんですよね。で、日本より世界でメジャーになったんですよ。で子連れ狼の大ファンだったフランク・ミラーがですねマイナー出版社のダークホースに自分で持ち込んで俺が表紙書くからってことで出版させたんですね。でどの出版社もやっぱり日本の漫画っていうのを当時出版するのをすごい嫌がってた。まずオールカラーじゃないモノクロだっていうですねいろんな制約があるし、あと話が難しすぎるって。でなんか日本の時代劇侍って言ってもなんかよくわかんない、俺難しすぎるって言ったのにフランク・ミラーが表紙書くということだけでですねもうダークホースもですねコロッと態度を変えてだったら出版しましょうということで出版してみたら1巻出してみたら大人気でですね結局子連れ狼最終巻までですねアメリカで出版されていまだに売れてるんですけどもですね、なのでですね1987年これが出版されたですね時代に青春期だったですねアメリカのオタクたちは大体みんな子連れ狼知ってるんですよ。面白いことにですねそれは世界中のサッカー選手がなぜかみんなキャプテン翼知ってるのと同じでですねマンダロリアンの監督務めたですねマンダロリアンのシリーズ監督やって、あと総指揮を務めたですねプロデューサーを務めたジョン・ファブローというおっさんがいるんですけど、その一人なんですよね。ジョン・ファブローですねこんな顔なんですけども、見覚えありますか？分かる人いますか？
これねスパイダーマンのノーウェイフォームに出ていたですねメイおばさんの恋人でですねもともと元アイアンマンの運転手とボディーガードやってたハッピーホーガン、そうハッピーホーガンなんですよ。でこの人ですね本業が俳優なんですけど同時にですね監督でプロデューサーで超オタクなんですよね。で1966年生まれだからですねそのダークナイト・リターンズが出版された時に18歳なんですよ。で子連れ狼が出版された時に19歳だからもう本当にその世代ど真ん中なんですよね。だからバットマンが大人っぽくリメイクされたという時に高校3年生でですねでフランク・ミラーの漫画に夢中になってお小遣いがようやっと増えて大学生になったから自由に使えるお金が増えたということで子連れ狼がアメリカで出版されたもう本当にその世代もちろん「スター・ウォーズ」はですね11歳からですね劇場で見ているというですね、かなりハードなオタクです。でこのですねそのジョン・ファブローだけじゃなくてですね「マンダロリアン」とか「ボバフェット」でですね監督やプロデューサーやってる世代とか人たちがみんなインタビューで答えてるんですけどやっぱねほとんど同世代なんですね。1980年代の終わりから90年代に青春だったオタクたちがですね、現役のですね監督やプロデューサーになって作っている今のアメリカのですねそのスーパーヒーローもののドラマとかですねあと映画っていうのは大体その世代が作ってるんですよ。で作品っていうのはね歴史に残るんですよ。作品に歴史を残すんですけどもただですねその作品でその無名のそのオタクたちがどのように影響を受けたのかですね僕らみたいにですねそれを受け取る側見てる側だけの人間がどういうふうに影響を受けたのかっていうのは実は歴史には残らないんですね。歴史に残るのは所詮は大きい作品であってそれから影響を受けた下々の人たちのことっていうのは歴史には残されないですね。で大きい船っていうのは功績を残すんですけどその周りにいる小さな船とかですね浮き輪で浮いてるような人たちはそのでっかい船が通っていった後にうわーっと動かされたり功績で流されたりして影響を受けるんですけどもそのことを覚えてる人は誰もいないんですよ。ただですねなんだろうな人生に影響を与えてるんですねそいつらの。だからこのですね、そのジョン・ファブローもそうなんですけども1970年代にですね「スター・ウォーズ」に夢中になって子供向けの作品だと思ってたらすごいんだ素晴らしいんだということが分かってですねさらに1980年代のですねフランク・ミラーの「バットマン」にも夢中になったですね。そこで子連れ狼に出会いですね20年以上経ってからようやっともう30年近くですね経ってから自分たちもクリエイターになってですね自分たちの「スター・ウォーズ」を作り始めるですね自分たちの子連れ狼を作り始めるそして自分たちのですねバットマンを作り始めたわけです。単なるオタク趣味の人たちっていうのはそれぞれの作品見てればいいんですね。作品の裏話を集めたりその作品に夢中になったりすればいいんですけどもですね映画語ってですね限定品集めてれば、それはそれで僕は楽しいオタク人生だと思います。しかしオタク道というのをですね意識してそこを歩き出した人っていうのはなぜとかどんな影響でとかですねそういうですね流れが見えてしまう。これを「スター・ウォーズ」の世界ではフォースが見えるというんですけどフォースの流れを意識するのじゃとかあらゆる生命体にフォースがあってそれの流れがっていうふうに言ってるんですけどもオタク道も同じでですね作品というのは単独で存在するんではなくて何かの影響下にあってとかこの作者がこういうふうに思ってとかこの作者がこういうふうに昔喧嘩してそして意地になってっていうふうな形で流れっていうのがですねだんだん意識してしまえるわけですね。そういうですねフォースの流れを感じるものがオタク道だということでですねちょっと無料の簡単な話はですねここら辺でちょっとまとめに入ろうと思います。僕がかつてオタクは死んだというふうに言ったんですよ。2006年の「オタクイズデッド」というライブなんですけどもでそれはねオタクという共同体がなくなって他のオタク趣味に理解するために勉強するっていうですね兵役義務がなくなったからなんですね。昔のオタクって兵役義務みたいなのがあったんですよ。それはもう大学生になったら高校生になったらもしくは社会人になったところで他のジャンルのオタクに会った時に例えばアニメ好きな人が漫画好きと出会った時にミリタリー好きと出会った時に鉄道好きと出会った時に同じマイナーな趣味同士としてやはり礼儀として相手の言ってることぐらい理解しなければというふうなことで勉強するというですね何年かの兵役義務が昔オタクにはあったんですね。でその兵役義務があっ
ったのがですねもうなくなったわけです。もうあまりに作品が溢れて、そして何よりそのインターネットが発達して、でブログが発達して2チャンネルが始まってですね、ミクシーが始まって、でそれで好きなもの同士が話して盛り上がれるようになった時に、誰が別に他のものを理解しなきゃいけないのか、そんな兵役義務なんて別になくていいじゃないのかと。これでそのオタクの共同体というのが崩れていって、オタクは死んだっていうのが僕の考えだったんですけどもですね、しかしですね、そのやっぱザ・バトマンを見てもマンダロリアンを見ても、でシン・ゴジラやおそらくシン・ウルトラマンでですね、僕の歴史認識だいぶ変わってきてですね、あれこれってなんかオタクは死んでないぞと、オタクイズノットデッドですね、オタクリターンズですね、ダークナイトリターンズのようにオタクリターンズっていう世界をですねちょっとこれから少し話していこうと思います。限定の方ではですね、一応オタク道入門というふうなことで、無料の方ではですね大きい流れとしてはこんなことですということを話しました。で限定の方ではですね、じゃあオタクイズノットデッドでどういうふうなことになっているのかっていうのをもうちょっと細かくですね話そうと思います。本にしてっていうふうに今コメント流れたんですけども、こんなもんね面倒くさくて書くの嫌ですね。喋るのは何ぼでも喋れるんですけども、誰か勝手に書いてくださいという気分なんですけどもですね。じゃあ無料は今日はここまでにしておきましょう。次回はですね3月27日ですね、サイコパスの人生相談やりますのでですね、また今回の質問でも何でも結構ですから、あったら寄せてください。それでは限定の方に切り替えてください。ではまた来週、バイバイ。はい。よいしょ。